にちは。アイテム保護のアイテムを2枚抜きした公認クリエイターの葉月です。皆さんお待ちかねのスレイヤーが配信されました。レベル上げはもう終わりましたか？私はレベル70にしてXキューブも100個くらい集めたので、とりあえずの育成は終わりました。ということで今回のお話はサブクラスについての火力検証のお話になります。以前の四つどもえの火力検証ではサブクラスにどのクラスを設定しても大きな差はないという結果でしたが、スレイヤー実装により大きく環境が変わりましたので、再度検証を行っていきます。スレイヤーが一番強いのでしょうか？それとも前回同様大きな差はないのでしょうか？その結果はこの動画を最後までご覧いただいてぜひ確認していただければと思います。この動画が気に入ってくれた方はチャンネル登録、高評価、コメントで応援してくださると嬉しいです。それでは四つどもえの火力検証2を始めていきます。よろしくお願いします。それでは四つどもえの火力検証2が今スタートです。待ち構えているのはまだまだ現役の絶望の援護くんです。それでは今回の火力検証の装備を見ていきましょう。使用する武器は全選手アストリオンとタガプラス60を装備しています。潜在能力はレベル5解放、威力プラス 34% です。特殊能力は以上の通りです。使用する防具はレクレエルアーマプラス60を3つ装備しています。特殊能力は以上の通りです。威力上昇値は合計で 111.1% となっています。着ているコスチュームはカニスレックと黒を着ています。今回の継承はサブクラスの継承なのでサブクラスだけを変更し継承を行っています。左上がスレイヤー、右上がバウンサー、左下がファイター、右下がフォースとなっています。それ以降それぞれの選手はサブクラスの名前で呼ぶことにします。さて、いよいよシーズン3が始まりました。シーズン3での火力検証では最前線の火力検証をコンセプトに今知りたい最新の火力検証を行っていきますのでよろしくお願いします。今回の火力検証はキラメージゼロでの継承はもちろんなんですが、前回の四つどもえの火力検証で納得のいく結果を得られなかったため新たな試みをしてみました。今回の継承ではいつものコンバットからフォトンブラストにつながるコンボを封印し、通常攻撃、ガードカウンター、PA のみを使用しています。これで大事な場面でのクリティカル発生に影響することなく検証を行えますので、より正確に検証を行えると思います。それでは四つどもえの火力検証2を見ていきましょう。刀に合う最も火力が出るサブクラスはどのサブクラスでしょうか？皆さんも予想してみてくださいね。さあ、気がつけばダウンを2回取り、戦いは終盤へと入っていきます。ほぼ同時のダウンでしたがどういった結果になるのでしょうか？ここで援護くん、ほぼ同時にスー選手とファー選手に襲いかかるダブルでガード成功。いいですね。後日配信されるデュエルクエストに援護くんがいないのは残念ですがきっちり仕事してますね。デュエルクエストは代わりにアムスくんがいるのでアムスくんとたくさん遊べたらいいですね。いつものコンボを封印しての検証ですが見どころを狭めてしまっているため私自身辛い展開となっています。頑張れー、まあ私ここでバー選手が3回目のダウンを取ったわ。やはりダウンを取るのが早いバー選手、これはさすがの一言。このまま倒せるでしょうか？あっとスー選手、バー選手が3回目のダウンを取りフォー選手も続けて3回目のダウンをもぎ取ったわ。そして来た、最初に倒し終わったのはスー選手、続けてなんとバー選手が倒し終わりました。バー選手も今倒し終わりました。これは前回の継承を覆す結果となった。フォー選手も今倒し終わりました。なんということでしょう。前回の火力検証を大きく覆す結果となってしまいました。それでは結果まとめてお話ししていきましょう。全選手お疲れ様。それでは結果発表のお時間です。今回の火力検証は威力上昇値 111.1% の装備構成でセットするサブクラスのみを変え絶望の援護くんと戦っていき倒すタイムを測定するというものでした。サブクラスにセットしたスレイヤーはどれくらい強いのでしょうか？気になる結果を見ていきましょう。1数選手2分58秒、2位ファー選手3分1秒、3位バー選手3分5秒、4位フォー選手
3分11秒でした。私も皆さんも予想した通り、やはりスレイヤーが一番強いという結果となりました。クリティカル率アップのスキルはやはり強力でしたね。スレイヤーについてのサブクラスでも適用されるスキルについては後ほどお話ししていきます。スレイヤー以外のサブクラスについてはなんとも前回の四つどもへの火力検証と比べて大きく違った結果となりました。この結果には驚き以上にハテナがいっぱいになりました。これはどういうことなのでしょうか。前回もアストリオン刀を使用していますし、装備は変えていないのですが、単純にコンバットフィニッシュやフォトンブラストでのクリティカル発生が原因でしょうか。これは次回以降に再検証が必要になりますね。ということはとっても納得がいかない納得がいかない検証とはなりましたが、今回の検証をまとめます。威力上昇値 111.1% の装備構成でサブクラスのみを変え絶望の援護君と戦うと、刀装備時に限りスレイヤーが一番火力が上がる以上になります。今回の検証ではこのような結果となりました。刀装備時に限るというのは、今回の検証は刀で検証を行ったということ。また今までの火力検証でお話ししている通り、使用する武器や手数で結果が違ってきますので、刀や手数が多い武器のみの参考としてください。スレイヤーにはサブクラスにセットしても大きく火力に影響するスキルがありますので、今回の検証ではそのスキルが大きく作用したのかなって思います。なので特に使いたい PA やテクニックがないのであれば、とりあえずスレイヤーをサブクラスにセットしておくといいのかもしれないですね。ですが私が納得していないのでまだ確定ではないです。次回以降に再検証を行った上ではっきりとした答えを出せたらいいなって思います。それではサブクラスにセットしたスレイヤーの効果があるスキルを見ていきましょう。他の3つのクラスについては前回の四つどもへの火力検証でお話ししていますので、気になる方はぜひこちらもご覧ください。効果があるスキルは以上の3つです。クリティカルアップ、ギャラントアタッククリティカルアップ、クリティカルヒット PP ゲインです。1つずつ見ていきましょう。クリティカルアップ、クリティカル発生率が上昇する能力で上昇量は 3.0% です。3.0% だけって思われるかもしれませんが、クリティカル率を少しでも上げた方が火力が上がりやすいです。私の今までの火力検証でもクリティカル率が高い方が火力が上がる結果でしたね。ギャラントアタッククリティカルアップ、ボスエネミーを攻撃した時にクリティカル発生率が上昇するという能力で上昇量は 2.0% です。先ほどのクリティカルアップと合わせて考えると、ボスエネミーに対して合計で 5.0% の上昇量になります。このクリティカル率上昇 5.0% が今回の検証のタイムに影響したということが言えますね。クリティカルヒット PP ゲイン、クリティカル発生時に一定確率で PP が回復するという能力で PP 回復量はプラス2です。PP を回復させ PA が出しやすくなる便利なスキルですが、上昇量は少なめです。私は PP 消費量が少ない早手つまぶきを多く使用するため、絶望の援護君相手ではガードがたくさんできるので PP に悩まされることはないです。ですがガードの機会が少ないボスエネミーに対しては大きく効果があるのかなって思います。はい、サブクラスにセットしても効果のあるスキルは以上になります。サブクラスについてはまだまだ検証する必要があると思いますので、私が納得するまで頑張ります。はい、今回の四つどもへの火力検証2はいかがだったでしょうか。スレイヤーはサブクラスにセットしても十分に活躍する強いクラスですので、レベル上げを行って育成を進めておくことをおすすめします。ですが私が納得していないのでまだ確定ではありません。火力検証にふさわしい決戦の場が後日配信されますので、そちらの方で最後の戦いをしていこうと思います。後日の配信といえば火力に関わるアップデートがもうすぐ来ますね。なので次回はそちらの方の火力検証を行っていきたいと思います。ということで次回は魂の火力検証4、どのプリセット能力が一番強いの？フィクサフェタル VS フィクサテルミナを配信します。過去2回プリセット能力での火力検証を行ってきましたので、またこれするの？って思われるかもしれませんが、スレイヤー実装によりクリティカル率がアップしたことでフィクサフェタルやフィクサテルミナの重要度が変わってくるとのことなので、潜在能力を6まで解放した上でサイ
度検証を行っていきます。ですが潜在能力レベル6まであまりにも時間がかかると判断した時には別の動画を上げますので、その時はお察しください。このプリセット能力での火力検証が気になる、やる気、元気、葉月な方はぜひチャンネル登録をして続報をお待ちいただけると嬉しいです。視聴者さんもこの情報が気になっているようですので、頑張って動画を作っていきますね。コメントありがとうございます。それでは次回の魂の火力検証4でまた会える時を楽しみにしています。バイバイ。